の相場が変わった？仕掛ける12銘柄アラーム設定の公開。働かなくてもお金は増えていく。皆さんがっつり儲けているでしょうか？働かなくてもお金っていうのは増えていきますよ。世の中に何の生産性もないのに、僕はこういう風に利益を出して働いてる時よりもお金が増えている。不思議な現象が起きている。まさに錬金術なんです。投資の真実は、持っている株を価値あるものとみんなが錯覚するから値段が上がっていく。株とは目に見えない人間のイメージです。1万円札も印刷の原価が20円。人々はこれを1万円と信じて社畜として生きているんだよ。右京さん絶対こんなこと言わないんですけど、なかなか面白い雑学ですよね。5円玉と1円玉に関しては実際の価格よりも高い原価。1円玉を作るのに2円、5円玉を作るのに7円。そもそもお金とは何でしょうねっていう。証券番号1783ファンタジスタ。前回は紹介した時、社名がアジアゲートだった気がするんですけど、チャートから見るに、人々の記憶から消えた銘柄っていう感想です。これ取得金額が4500円以下で、この値段って微粒子並みに小さい金額で購入できるじゃないですか。優待がなんとメルカリで2500円で流通しているので、2年ほどで元を取る。売り回り 50% くらいかなっていう銘柄なんですよ。ガクって下がったのには訳があると思って、ニュースを見るとやっぱり第1クォーターは赤字転落で着地っていう、赤字といっても微妙に赤字っていう感じ。 1.9 億円の赤字。前年は13億円の黒字。 1.9 億円って全然大したことじゃないです。直近3ヶ月の実績である第1クォーターの売上の営業損益率が前年比比べて 35.4% からマイナス 28.3% に急悪化した。儲かるアラーム設定を言いますと、45円以下だったらいくらでも買ってもいいんじゃないかなって。1円違ったところで100円じゃないですか。それを今かってずーっと待ってるよりも、他の上がっている銘柄に追加投資した方がずっと費用対コストがいいので、43円だったら今買っていいんじゃないかって僕思います。株価指数に行きたいんですけど、まず時価総額が73億円って極小小さいっていうこと。これだとあんまり参考にならないんです。というのも、株主構成比率がめちゃくちゃ高くなるわけじゃないですか。じゃあこの筆頭株主が一人抜けただけでも大きく値段って上下するはずなんです。もちろん時価総額が73億円なので機関投資家も入らない。じゃあ安定した動きかっていうと、時価総額がすごく少ないので大きく上下する。不動株は 7.6% って言っても、実際に流通する株って言ったら 5.5 億円ぐらいなので、これって80億円ぐらい持ってるテスタさんぐらいやったら思いっきり株価操作できちゃうんじゃないかな。と言っても自己資本比率が 78.9%、そして特定株が32、不動株が 7.6 っていうと、未公開株が 60% 近くあるわけだから、買収はされないように手堅いです。PER が 7.3。類似企業と比較してみると、証券番号1768のソネックとか、森組とか、時価総額、企業価値も同等の価値めちゃくちゃちっちゃいです。そういう人たちからすると、PER っていうのは一番割安、ROE っていう資金効率も一番いいです。PR の時系列を見ても、株価と PER は連動して動いているようなので、人間の意識の乖離っていうのはない。なんで、お得感っていうのも感じられないけど、そもそも、もう微粒子みたいに安い金額なので、買って2年保有して元取ってしまおうと。一応、アルゴリズムの公開に行きます。結論言うと、45円以下だったらもう買ってもいいんじゃないかっていう、損切りもしなくてもいいと思うんですよ。たとえこれが上場配信のゼロになったとしても、4500円って全然大した金額じゃないですし、すぐ潰れるかというと、財務体質を見ても安全圏内なので、潰れようがどうなろうが2年以上持って元が取れたらそれで OK と僕は思ってます。さて、次の銘柄に行きましょう。証券番号3197スカイラックホールディングス。なんでこれ2番目にピックアップしたかっていうと、あれ今日の株価見ようかな、あれどこ行ったかなって思って、めっちゃ下にあるじゃんっていう。あと飲食業界は最近読みやすい株価、チャート形状になっていて、上の方で僕4万円の利益を直近で出したんです。その後、ういって下がったので、また買い時が思ったより早く来たなって、アルゴリズムを使っていない保有者って、こんなはずじゃなかったって絶望していることでしょう。アルゴリズムを使っていれば、上の方で損を最小限にできて利益を確保できたでしょうし、こんな感じで4万円は利益を確定して脱出しているはずで。ということで、再びエントリーのチャンスということでアラーム設定に行きましょう。儲かるアラーム設定、上が
2280円、下が2099円。売上を見てみましょう。僕細かい数字見れないので、バーって致命的じゃないな。ただ PR が69っていうのは少し高いですね。あと人間の意識の乖離っていうのも PR の決算っていうのがこれがすごいデコボコなんで全く参考にならない。そして類似企業比較を見ても、すき家の全商ホールディングスとか、イタリアンリストランのね、サイゼリア。これから比べても最も割高なんです。だから下がって当然とも思うし、ROE の資金効率もあんまり高くない。というよりも業界で一番低い。配当金も全く当てにならないなって。でも優待が面白いんです。あとはチャート的に割と読みやすい。いや、アルゴリズムに合った動きをしているので、スカイラークホールディングスの株主優待としては、100株持っていると2000円の優待券がもらえて、これが年に2回もらえるんで、すごいいいです。モチベーション高く持っていられる。取得金額が21万円ほどなので、手軽な部類に入るし、配当金は1000円、今は 0.47% でしょぼいものの、優待が結構大きい割合を占めているのと、結構需要が高いのでメルカリでそのまんまの値段で売れたりするんです。なんで利回りで言うと 2.35% が正しいと思います。これくらいだったら他にも優秀な銘柄はたくさんあるんですけど、プレゼントをもらって豊かな気持ちになれるっていうのはすごくお金以上の価値があるなと思って僕持っていいなと思うんです。株主の構成比率から見ても意外と個人が 74%、大半を占めているので、より読みやすい動きっていうのはこのせいなのかなとも思います。機関投資家で大きく揺さぶられることはなく、数字で大きく隠すこともなく、チャートに出来高とか現れるから、あとはその波、株価も大きく上下するので儲けられやすいアルゴリズムに合った銘柄だなと思います。スカイラークのアルゴリズムの設定いきましょう。購入する金額は2100円でもいいでしょう。だったら損切りのラインは1911円。配当金とか優待以上の利益が出たら2226円からトレーディングを開始する。そこから 3.5% 下がったら利益確定する。そういうのを繰り返していくと連続して儲けられるでしょう。やっぱ上下言ってる間にずっと持ってても利回りが 2.35% じゃないですか。嬉しいけどそれ以上にお金が増えてきたら売却しようかなっていう、そういう手法で構わないと思うんですよ。まあでもアラーム設定をしないと始まらないので、今スマホを持って設定するじゃないと儲けない。上が2280円で下が2099円。さて次の銘柄行きましょう。100円。100円って言ってんの？証券番号3397トリドールホールディングス丸亀製麺で美味しいです。なんでこれピックアップしたかっていうと、チャート形状を見てください。大きく下がって押し目買いがあるんです。あと出来高がめちゃくちゃ増えてるので、ここで売る人と買う人が交差したっていうことになるので、ここがベースのラインになるんでしょう。優待券も年2回の権利日があるので、美味しい優待が結構ホールドするモチベーションにもなるでしょう。そういえばどうして株価が下がったのでしょうか。第3クォーターの累計、最終は 42% 増益。増益したのにどうして下がったのかなってなるじゃないですか。一応言い訳としては、通期計画の48億円に達する進歩率が 136.7% すでに上回ったが、4年平均の 140% を下回った。決算の実績では大きくプラスになっているはずなのに、予想を下回ったっていうことで、あれだけマイナスになることないと思うんです。ということで、アラームの設定いきましょう。上の値段が4500円。下の値段が4099円です。4500円に達した時は上がりのトレンドになっている可能性が高いので、便乗する形で短い間持っているのもありでしょうし、この4099円を下回ったら、上値の4500円を下値に再設定する必要があるっていうのと、下の方で掴めるように早く気づくように上値をね、上のアラーム4500円を修正する必要があるってことです。で、優待はどれくらいもらえるかっていう話でした。100円券が100株以上持つと、半年で30枚、年間60枚の6000円相当もらえます。これはメルカリとか金券販売所でも見たんですけど、ほとんど値下がりすることはないです。100円が97円で売られてるぐらいです。総合優待利回り。配当が 0.18%、優待が 1.44%、総合優待利回りが年間4750円相当の 1.62%。正直言ってしょぼいです。でも優待もらったってツイッターで自慢する人たちを見てると、やっぱ僕も欲しいって思うし、恋人も友達もいない僕にとっては、プレゼントくれる人が本当欲しいんですよ。それはさておき、指標の分析に行きましょう。売上は上がっていってるんですよ。さっき株価下落の原因も、減益とかじゃなくて、増益してるのにガクンって下がった。なんでやねん。PR は 69.6 倍。めちゃくちゃ高いです。類似企業の比較を見ると、サザミホールディングスとか、グルメなんとかや PR がズバ抜けて高いです。企業価値が全然違う。時価総額が違うので、あんまり参考にしない方がいいですけど、いずれにしても69っていうのは高すぎです。飲食業界っていうのは、こ
これくらい高い数値には見られるんですけど、最近は機械工業系 PR が6倍とかめちゃくちゃ低かったので、そこが見直されている感じがするんです。前回のマブチモーターが PR6 だったのが18とかになってるんで、多分工業系を押した方がいいとは思うんですけど、優待と直近のチャートを見ても上昇トレンドに乗っかっていくのが無難なのかなと。アルゴリズムに連続して外れるようになったら他の銘柄を探した方がいいですね。時価総額が3621億円。不動株が36% っていうと、個人投資家から多く資金を巻き上げてる、集めてるっていう感じがするんです。そうすると、またスカイラークのように分かりやすい動き、チャートになるんじゃないかな。やっぱり僕の予想当たりましたね。株価ベースを見ても、やっぱり個人投資家が 70% 近く占めているので、分かりやすいんだ。また、筆頭株主である金融機関とか、その他の法人がバンって打ったところで、影響力っていうのは見た感じ小さそうです。だから読みやすい。さて、トリドールホールディングスのアルゴリズムの価格設定に行きましょう。4100円だったら買っていいと僕は思ってるので、そこで値段を設定しましょう。損切りラインは3731円。トレーディングの開始は4346円を過ぎてから、最高値を更新して 3.5% 下落したら、利益確定を行う。これこまめにやっていかないと、上がったり下がったりした時、その下がってる時間って機械損失でもったいないじゃないですか。だから僕は利回りが 30% で当たり前だよって思ってるんです。アラームの設定の復習で、上が4500円、下が4099円です。さて、解説が面白くなったところで次の銘柄行きましょう。証券番号7832のバンダイナムコホールディングス。なぜこれがピックアップしたんでしょうか。チャート見ましょう。株価がないぞ。めっちゃ下にあるじゃん。もう奈落の底に落ちてる状態。どうしてこうなったの？ニュースを見てみましょう。大幅続落。今期は一点営業減益の見通しに下方修正。前の年と比べて 50% ぐらい営業利益が減った。380億円程度の市場予想を大幅に下振りした。通期予想は従来の1250億円から820億円。つまりそれは 30% の減、下方修正している。相場の予想よりやや上回る水準だった。オンラインゲーム、新作タイトルに関わる評価損、タイトルの構成見直しに伴う処分損発生なのが背景。よくわかんないね。とにかく業績が悪くて下方修正したからこんなに派手に下がったのは見たことない。で、週足チャートで見てもレンジの下の方にあるし、これはキャピタルゲイン狙いでいいのじゃないの？さて、アラーム設定をいきましょう。上の設定が2800円以上で、下の値段が2611円。これを下回るってことはあんまりないと思ったので、少し下目がね、浅めにしてあります。売り上げを見てもめちゃくちゃずっと上がり続けている。そうですよね。娯楽っていうのはメディアの醍醐味というかな、強みなので、あと僕そういうアイドルマスターとか大好きなので、可愛い女の子大好き。リアルに女の子を恋したのいつかな？早く結婚しないと家族持たないといけないんだけどね。もう少しだけ夢を見させてほしい。配当金は 0.8% っていう超しょぼいんだけど、売り上げはね、10年間連続でずっと上がっていって、お金も余剰資金でずっと溜め込み続けてるから絶対増配するよね。もう増配しないのと感じております。優待の確認をしてみましょう。100株持つことによって1000ポイントなので1000円としましょう。総合利回りは 1.12%。しょぼい。ただ反発が予想されるっていうことです。PR が18って言って人に知れ渡っている割にはこのPR っていうのは低めだと僕は思います。類似企業の比較を行っても、任天堂が 23.7、コナミグループが26。やっぱりちょっと割安だと思うんです。それも 15% ガクって落ちたからだと思うんです。ガクってね。こんなに下がるとはみんな思ってなかったでしょう。これは金融機関とか外国人法人が大きい割合を占めているから、個人じゃどうすることもできなかったみたいです。だからガクンと落ちた。誰が売ったのかは知らないけど。そう、個人がどうこうできる額じゃないんですよ。時価総額が1兆7500億円に対して不動株たったの 2.8%。それで株価動かせっていうと難しい。ということで、アルゴリズムの注文設定に行きます。今の価格が2647円。で、それからちょっと下がった2610円あったら買ってもいいな。それだけレンジ相場の上に戻ろうとする力っていうのが残ってると思うんで、売り上げが上がっていってるし、何もマイナス要因っていうのはないし、一時の機関投資家が売っただけじゃないのと、だから上がってくると予想しています。さて、損切りのラインは2375円。そして、買ってから 6% 以上の利益が出た2767円でトレーディングの開始、そして最高値を更新した 3.5% 下落したら利益確定を行う。アラーム設定の復習で上が2800円で下が2610円です。さて次の銘柄に行きましょう。100円って言ってん
の？証券番号8053、住友商事。なんでこの銘柄を紹介したかっていうと、今まで僕は下げトレンドに強いんですけど、それって負けるハイリスクハイリターンなんです。なので、当たり障りなく川の流れに沿うように上昇トレンドに乗った方がいい。それが安定した勝率だと僕は思うんです。なんで、ヒルクライム型のこの住友商事に乗っかっていいんじゃないかなと、財務の確認したところも健全だったし、PR も見ていきましょう。先に儲かるアラーム設定を行うと、上の値段が3505円、そして下が3350円で上値の再設定です。この順番結構いきなりアラーム設定言うの早いんじゃないのって僕は思うんです。そういう人っていればコメントで後の方がいいですとかお願いします。書いてください。住友商事というお堅い部署なので、株主優待とかそういうものはなくて、優待に一極集中しています。3.6% は結構魅力的で、まだまだこんな高配当銘柄残ってるんだなってびっくりしました。エントリー価格も3400円って割と手頃な価格じゃないですか。配当の支払い付けは6月と12月。そして営業利益はずっと上昇を続けている。そして現金は多分上がっている。だから配当成功っていうのは 25% でまだまだ余裕があって、増配を続けていくから、今の値段だと 3.6 以上になっていくでしょう。そして株価の上昇、PR が人間の意識と反映しているか、連動しているか、読みやすいかです。株価の上昇に対して PR っていうのは、同じような動き方をしているから、この売上の上昇に伴って株価も上がっていくっていう確認にもなります。PR の割安だと僕は思っていて、類似企業比較をしてみても、三菱商事とか伊藤忠商事、三井物産とか比べても、38.6 とか12とか比べると 8.4 ってめちゃくちゃ安いんです。あとは資金効率の ROE とか自己資本比率もね、許容範囲内ですし、あとチャートの動きやすさに関しては、やっぱり三菱商事、時価総額が 4.2 兆円ある企業ですから、金融機関と外国法人で主に構成されているので、株価っていうのは少し読みづらいかな。外国の要素が噛み合うから、中国の衰退に伴って日本に資金が流入して、そこでいい影響を今回は受けています。不動株が 10% で特定株が 41.3% とか、そういうのを見ると、未公開株が 50% ぐらいって意外とめちゃくちゃ大きいんですよね。時価総額4兆円に対して半分が未公開株って。だから、チャートの動きとしてはね、硬いものになると思うんですよ。それをいろいろ全部考慮して、アラーム設定をしています。上が3505円で、下が3350円。そして3505円で上昇トレンドに乗って儲かるという構想でしたので、この値段で買って、損切りのラインが3190円で、そうじゃなかったなって損切りをする。そして、もしずっと上がっていって 6% を超えたんだったら、含み益を3715円でトレーディングを開始。そして、利益確定、最高値を更新にして、そこからそれくらい下がったら、利益確定を行うってことです。結構この説明で台本まとめて画面をたくさん切り替えていると疲れるんですよ。僕の体力があんまりない。でも今週のノルマっていうのは達成しないといけない。今週のノルマの投稿はした方がいいなって、新しいことをするのも大事だけど、みんなから求められている銘柄の紹介っていうのを怠っちゃいけないなって思うので、なんでパッパッパッとね、いきます。みんなが知りたいと思う値段の設定だけをね、重点にして、あとはもう本当にサラッサラッといきます。渡してあげるからちょっと待ちなさい。どうして入っちゃったのその中。証券番号1375の雪国舞茸。チャート見るとわかります。下がってるので。値段設定しているのを公開しています。上の値段が959円で、下の値段が914円です。直近の株価を見ると、ここググって急激に下がっていて、相場がこれだけ上がって、資産、お金が日本市場に流入しているにもかかわらず、これだけ下がるっていうこと、割安なんじゃないのかな。業績がめちゃくちゃ悪いっていうわけじゃない。雪国舞茸っていうのは、キノコを栽培するわけなので、ハウスとかで自然災害とか関係ないはずなんですよ。なので、マークしました。次の銘柄行きましょう。次、コメダホールディングス、証券番号3543。これも直近株価が下がっていて、パソコンで見ると大したことないけど、スマホで見ると結構下がってるな、また上がりそうだなと。PR が 20.9%。飲食業界で知名度が高い割には割安になってるなと思うし、配当利回りが 2% で、優待利回りが年2回の1000円ずつ2000円あるので、悪くない利回りだなと、調べてはないけど、配当成功も 40% 維持して減配っていうのが極力抑えてるのが見えるし、あとは個人投資家が 50% 過半数を占めるので、信用取引とか出来高とか、そういうのが、チャートの動きが素人っぽい動きをするので、読みやすい銘柄です。さて、そういったコメダホールディングスの値段設定いきましょう。上のアラーム設定が2780円で、下が2704円です。多分、これ以上下がることってないかなと僕は思ったので、めちゃくちゃ下
下は浅く設定しています。またすぐ下を突っ切ることも予想できるので、また上の値段を再設定10円ぐらい下げて、また下の値段を20円ぐらい下げてっていうのを繰り返して観察していきましょう。ヤマダホールディングスの値段を見ていきましょう。上は全然僕お得とは思ってないので、下に下がらないと買わない。なので、426円より下回ったら買おうと思ってます。次行きましょう。コロワイドホールディングス。証券番号7616。ここも株価がぐっと下がっていって、そういえば思い返してみるとみんな上がっていると思いきや、上がりと下がりが明確に分かれてきました。空気感が変わってきたなと皆さん感じてると思うんです。何が原因かってあれやこれやとかね、みんないろいろなんか毎日1時間かけてなんたらかんたら話すのを聞くんですけど、もう僕はその影響が複雑すぎて結局それぞれの要素がどれくらいの影響度っていうのを考えるの無駄と思うんです。だから数字に基づいて、チャートに基づいて、もうすでに見えているもので判断した方がめちゃくちゃ分析するのとあんまり変わらないっていうのが分かったんです。めっちゃ分析しても成績があんまり変わらないんだったら楽してお金持ちになった方がいいと僕は思ってるんで、現に利回り 30% 以上3年間やっているともう十分だと思うんですよ。それ以上リスクを上げると投資手法がこれ以上ベストなのが見つからない。PR がこう166っていうわかんないありえない数字なんですけど、赤字に近い数字なんで全く参考にしない方がいい。PR の時系列もここも参考にならないですし、指数を大切にする投資家にとってはこの銘柄は絶対買わないです。なんでこの銘柄を僕が監視してるかというと、やっぱりプレゼントを欲しいからです。あとチャートを見ていてこれは反発するなと思ったので僕が勝手に大体当たるんですけど、例えば値段を言ってなかったような気がする。コロワイド。上が2280円。そして下が2149円。さあ、次行きましょう。証券番号2269の明治ホールディングス。ここも株価が急落している。配当金は 2.8% で食品業界としてはめちゃくちゃ高い方だなと思うし、優待もあるんです。というと 3% ぐらいあるので、全然持ってていいなと思うんですよ。そして PR が 17.7 倍。それは類似企業と比較すると、やっぱり割安だと思ってたんですよ。味の素が 29.4。そしてグリコが20とか、エグミルクは12。でも平均すると割安かな。そして PR の時系列、人間の意識、これもしっかり張り付いてきている。反映されてるな。で、配当金はコロナショックにもめげずに増配を続けていて、それでも配当成功っていうのは 36%。割とだいぶ咲いてるけど、まだまだ武田薬品とかにすると可愛いもんです。と思って今持ってるんですよ、僕。アラーム設定に行きます。上の値段が3700円。そして下が3300円。結構最近この銘柄下げが止まらないので、今が3400円なので、少しマージンを取っています。証券番号7259のアイシン。アイシンはトヨタ系の AT 自動変速機のミッションで世界1位ということは、これは工業系分野で僕の得意分野なんです。PR が 11.4。以前僕が見た時は6とか7とかの時代を見てきたので、だいぶ反映されてきたな、割安って言われてきたのが正当に評価されてきたなと思います。そして配当金が 3.3%。もうこれ現時点で持ってもいいなって。で、配当金は増配傾向にあるし、類似企業を比較するとやっぱりみんな上がってきているな。自動車業界がまだ10とかを漂って低いけど、これから上がってくると僕は思ってます。トヨタの最近の上げってすごいですよね。持っとけばよかったな。大学の先生がリーマンショックの時にトヨタの株を3000円に落ちた時に1億円で買ったって言って、そして7000円の時に売ったっていうので多分2億円ぐらい儲けてるんじゃないですか。そういうおじさんを見てたら投資を知らない大学生の僕も大きく影響を受けますよね。さて値段設定に行きます。現在の価格が5192円。そして上の設定、アラーム設定が5400円以上。そして下が5145円。下がだいぶ短いじゃないですか。感覚が。だいぶ僕下がり続けてるから、いよいよもう上がるでしょうと思って、何を隠そう僕100株もう持ってるんです。買った瞬間すぐ上がるっていうのは期待しない方がいい。それが投資です。そして1ヶ月ぐらい待てば 90% の割合で上がっていってるので、ただ見つけたら淡々と買い漁っていくだけです。アルゴリズムをちゃんと設定しておくことが必須です。次行きましょう。証券番号9997のベルーナ。これは僕割安とずっと思ってる銘柄です。というのも、この会社って確かメディア系とかアニメとかそういう会社なのね。それで PR が8っていうのは安すぎるんです。バンダイナムクとか東映とかそういうものが基準になってくるはずなんですよ。類似企業がなぜか島村っていうなぜか。これ類似ではない。自己資本比率が 42.9%。許容範囲です。めちゃくちゃ高くないところを見ると投資資金に回していて成長しようとしている意思が見られるとも思うし、PR 割安に関しても1を大きくした
下回ってる 0.4。配当利回りがね、メディア業界で高い 3.4%。これも今すぐ持っていいなと思ってます。なのでマークしてます。株主ベースで言うと、その他の法人が多く持っている。というのも時価総額が581億円でそんな大きくないので、企業は投資すればこれだけ偏るんじゃないかな。で、配当成功はこの 3.4% という高配当をやりながらも、配当成功は、26.1% で低い。そしてずっと減配せず増配していってるんで、これすごい個人年金だなって。さて皆さんお待ちかねの値段いきましょう。現在の値段が601円。そして620円過ぎたら上昇トレンドに入ってるかもしれないので、今買ってもいいなと思うし、587円だったらより割安になっているから再設定を行う、もしくはもうすでに100株買ってもいいなと。皆さんお疲れ様でしたが、今回の企画はどうでした？いかがでしたか？僕は結構疲れました。初めてのことなので、なんでも初めてやること疲れた。いくつ何名から紹介しましたっけ？詳しくはないものの、ちょっと初めてやることなんで、あとはこのサムネイルを作るのにも結構苦労しました。もう勉強して、1、2、3、4、9、12、12名から紹介したんだ。びっくりだ。皆さん、アンケートに協力してください。最近コストめちゃくちゃかかってるんですよ、サムネイル。でも、最高、専用に作るわけなんで、最高に品質がいい。従来のままがいいよ。その方がもう明らかに僕の動画だって認識ができて、ブランディングが確実されている。前のサムネイルが以前のやつの方がいいんじゃないかっていう人は1番を。で、この緊張したミッドジャーニー、僕が6時間ぐらいかけて作るサムネイル、そういう絵も見て物語も見てみたいな。っていう人は、2番。面白いし、クリック率も高くなるんじゃないのって。それか、YouTube のことはわからないから、小春が好きなことさせて何をするか見たいよ。YouTube 業界で暴れるところが見たいよっていう人は3番。これは僕、一体何番が一番多いかって予想できないです、本当に。どんな結果が出ようと、僕はありのままに生きていく。それが選択する自由で幸せな生き方だから、皆様は幸せな生き方をできていますでしょうか？コミュニティを作ろうとしているので、来週あたりまた遊びに来てください。頑張って悪の組織を作ろうとしています。自分で課題を見つけることができないバカ。そういう人がゲームに生きがいを持ってしまう。現状は今の自分しか変えることはできないのに、大人になれば自分で課題をゲームのように作り出す。そういう大人が楽しむし、勝っていくし、幸せにもなっていくし、全てを手に入れていく。常に大人になったからといって勉強をやめることなく努力して続ける。同様に価値観が変わって友達を失いながら孤独に努力する時間が必要なんです。成功するためには。皆さんの夢は何ですか？思想は自由なので、法律を逸脱しない範囲で自由に生きていきましょう。僕たちの理念は、僕たちだけ幸せになっていこう。自分が幸せになると人に親切にできる。余裕が生まれる。親切感謝となり自分にリターンが来る。これが日本の未来、コミュニティの当たり前の常識のなるコミュニティに属するかはあなたの自由。それでは、今まで話聞いてくれてありがとうございました。高評価、評価ボタン、そしてシェアボタン、あとコメントをいただくと、このチャンネルの評価が高まっていろんな人にお勧めされるような、つまり規模が大きくなるんです。それで僕の悪の結社を作るっていう目標を立ててるので、面白いと思いますよ。メンバーシップで語ってるので、また来週会いましょう。バイバイ。